はいな、皆さんお元気ですか？花です。突然なんですけど、皆さんって普段こういう服を着ていたいなとか、あるいはこの服すごく私好きだなとか、そういう何か自分が好きな服ってありますか？缶の方が良かったかな。映像で見ると全然派手に見えないんだけど、肉眼で見るとめっちゃド派手に見える。でね、今日話したかったテーマっていうのがあって、最近好きな服を着るっていう言葉をよく聞くんだけど、そういえばそれってどういうことだろうと思って、なんかちょっとずれてるようにも私には感じるし、他の人たちはそれをどういうふうに捉えてるんだろうっていうのがちょっと気になったから、それをテーマにちょっと喋って共有してみようかなって思った。そのね、私が感じてる印象なだけかもしれないんだけど、その好きな服を着るっていうのを掲げてる人たちが発言している人たちが結構目立つ服を着てるとかすごくおしゃれな服を着てるとかそういう人たちの割合がかなり多いなと思って。でもさ、目立たない服っていうのもさ、その人の好きな服である可能性があるわけじゃん。だから今世間に浸透してる好きな服を着るっていうことが本当に好きな服を着ようって言ってるわけではなくて、周りに合わせて目立たない服を着るのをやめようっていう方に傾いてる感じがしたのね。なんかむしろおしゃれでいようみたいな別のハードルがちょっと上がってるような感じがして。でもう一つね、目立たないようにするのをやめようっていうのが好きな服を着ようっていう意味に捉えられやすいっていう風に私は感じてるって今言ったじゃん。その結果、元から目立たない系統だったり着飾らない系統の服が好きな人って、あんまり好きな服を着てる人って見られにくいなっていう風に思ったの。例えばさ、シンプルな系統が好きな人よりちょっと重ね着してたりとかグランジ系の服が好きな人の方が好きな服を着てる人っていう風に見られやすいなって思った。で、そういう世の中の風潮というか感覚に合わせて、いわゆるそういう感じのおしゃれにしようって努めてるんだったら、それは自分のおしゃれを突き詰めるっていうのは難しいし、どうしても世の中に溢れてる系統になりやすいじゃない。それでもその人は好きな服を着てるわけじゃないのに、なんか世の中に溢れてる系統のおしゃれで好きな服を着てる人っていう風にも見られやすいなって思って。でもその逆でシンプルな服を着てる本当はグランジ系の服が好きな人っていうのはあんまり起こりにくいなって思ったの。でも結局それじゃあ目立つ系統の服が好きな人が気にして目立たないようにするっていうものが、目立たない服が好きな人が気にして目立つようにするっていうのになっただけで、結局何も変わってないなって思ったのね。本当は元いた人たち、もともと着やすい、世間的に着やすい服を着てる人たちが着づらくならないで、目立つ系統の服を好きな人もみんな着やすい世の中になるっていうのが目指してるところのはずなんだけど、結構おしゃれを強要されるっていうか、おしゃれにしなきゃみたいな瞬間がちょっと増えてるような感じがしたのね。で、私はね、普段っていうか全部普段かもしれないけど、行く場所とか結構気分とかによって着てる服の系統が大きく変わるタイプで、私のワードローブ全然大きくなくて、そこに夏服冬服全部収まってるんだけど、結構ジャンルはバラバラで、革ジャンもあるし無印の服もあるし、あと誰かのお下がりとかもあるし、でこの日はレトロな喫茶店に行こうと思ってるから、ちょっとジブリ風の派手な色でヒラヒラした感じの組み合わせにしています。でもこれも私が持ってる服の中で一番多い系統とかではなくて、本当にごくわずかな感じだけど、多分街中歩いてる人が私を見たら普段からこういうのを着る人なんじゃないかって思われたりするのかなって感じた。この日行ったカフェが宝石箱っていう千歳烏山にあるカフェで、そこをちょっと予約なんかしちゃったりして行ってみました。
カフェがね、なんか結構駅からちょっと離れてて、そんな離れてるってほどでもないんだけどね、なんか住宅街の中にある感じで、駅周りが割と賑やかだったけど、この静かな道をねどんどん歩いていきました。なんか普段予約しないと結構並んでるとか見たから予約していったんだけど、この日はねあんまり人いなかった。曜日によって違うのかも。看板が可愛かった。外暑かったからマジ天国だったここ。涼しくて、あとクリームソーダをね頼みました。後でちらっと写真が出てくる。あ、このねお手拭きがすごいなんかね、これまでレトロで可愛かったの。ちょっと商業利用ができないらしくて、結構 SNS にたくさん載せてる人、動画とか載せてる人はいるんだけど、ちょっと YouTube ってどうなるのかわからなくて、お店の中はあまり映さない画角で撮ってます。クリームソーダに乗ってるバラってなんか持って帰れるらしい。私は持って帰んなかったけど、窓辺にいっぱい並んでて可愛かった。このさ、喫茶店のクリームソーダとかに乗ってる赤いチェリーがさ、結構好きなのね。なんか存在として好んで食べるとかじゃないんだけど、食べるの難しくて変な顔になっちゃうし。この占いマシンがあるんだけど、これ私お金入れるとこ間違えてて出てこなくて変なとこ入れちゃったの。本当はこの星座がいっぱい書いてあるところにガチャンってやって入れて回すとなんかこんな感じになって、でこれがなんかカジノみたいなやつの玉が止まったところの番号をなんか見るらしい。私は魚座の34番でこれが出てきて、なんか丸まってこんなちっちゃいんだって知らなかった。雑用に追われそうですとか書いてあったんだけど、でもね34番見たら結構いい運勢でした。このファイトの行動が幸運を呼びますって書いてあって、まあ頑張れと言われました。ちょっとこれくるくるすぎてさ戻し方わかんなくなっちゃったんだよねだからなんとか戻してお財布に入れて持って帰ってきた。でなんか駅の周りっていうか近くにもう一個ちょっとレトロっていうか古い感じの昔ながらの喫茶店があるらしくて、そこにも行ってみたのね。南蛮茶館っていうところで、なんかお店の中は決して広いわけではないんだけど、すごいにぎわいがありました。にぎわいっていうかいろんな人、いっぱい人が入ってた。今のカフェに行って思ったんだけど、私にとって好きな服ってその時の気分を上げてくれるか落ち着けてくれるものかなって思った。こういう喫茶店とかはこういうレトロな格好を思いっきりしていく方がすごくやっぱり楽しいし、逆に部屋着とかはもうちょっと大人っぽいスリップドレスとか、あと無印のワンピースとかで居心地よかったり、あとはなんだエレガントな気分ですっきりしてたい。そう、すっきりしてたいの。だからそういう居心地の良さと
すっきりした自分の視界の邪魔にならない感じの服をすごく選ぶし、実際結構自分が本当に普段好きな服っていうのはそういう系統のものが多いし、でも本当にたまに目立たない服で街のモブに徹したい時もあるんですよ。でそういう時はもうメイクもしないし、だからその時々で自分が今着たいなって思う服を着るっていうのが私にとって好きな服を着るっていうことかなって思った。その時私の気分を一番良くしてくれる服が私にとって好きな服なのかなって思いました。なんかジャンルが定まってる人とかはもう完全に系統がさこうバチッと定まってて、この系統が私の好きな服ですっていうのがあるかもしれないけど、私は日によってものすごく服が変わる人だから、そういう風にその時の気分に合う服っていうのが私の好きな服ですっていう風に言うかなって思った。はい、ちょっとねだいぶ駅から離れて歩いて別のカフェにも行ってみたちょっとどんだけカフェ行くねんって話なんだけど、このカフェがすごい私の好きそうなカフェだったの。 Google マップの写真がこのイヤリングがね光が当たるところですごい私の大好きな色っていうの、この光が当たってるところがすごい大好きで、これをみんなに見てもらいたいし私も常に見ていたいみたいなのがあって、こうしきりになんとか光を当てようとしてましたこれねほんとチラッて見えた時にすごい嬉しくなるからね、何回も髪をねこうやってやっちゃう。私こういう雰囲気のカフェにはあんまりこういうなんていうの色がすごい鮮やかすぎる服みたいなのは着ていかないんだけど、ちょっと好きそうなカフェだったからマップで調べて入って、なんか本がねたくさん置いてあったの。たくさんっていうほどはないかもしれないけど、なんかチョイスがちょっと私好みっていうか、これはね韓国のアーティストの人が書いてる本だったの。なんかなんて言うんだろう、エッセイ本っていうかさ、その日のなんか日記本みたいな、気づいたこと本みたいな。私多分こういう感じの YouTube をやっていきたいんだなって読みながら思った。こ
この人はアーティストだから、そのアートについてというか、アートと社会との関わり方みたいなのがところどころに書かれてて、だから私も美大を卒業してて、そのアートと生き方をどうつなげていこうかっていうのを最近ずっと考えてるから、すごくこの本が私にとってなんかありがたかったですね、存在が。この好きな服を着るっていう言葉がさ、私はちょっとずれちゃってるっていう印象を受けるんだけど、世の中的には何を着るにしてもマナーを守ってる範囲内で周りを気にしないっていうのが大切なところなのかなって思った。別におしゃれじゃなくても目立っちゃう色をしてても周りの人が何か思うかもしれないっていう、そういう心配をしないこととか、周りの人を気にしないっていうことかなって思ったの。これは全てのことに通じてると思ってて、周りのことを過剰に気にしすぎないっていうのが、この今広がってる好きな服を着るっていう言葉の本当に伝えたいこと、本質なのかなっていうふうに思った。このイヤリングの場合は、私は周りの人がこれを気に入るかわからないけど、これを気に入るかもしれない誰かに見てもらいたいとか、私自身がこれを見ていたいっていう気持ちになるから、それはまたやっぱり周りの人を気にするとはちょっと違うのかなって思った。周りの人の考えは気にしてないけど、私は見てもらいたいっていう感じ。